おはようございます。ケンです。今日は少し地味に見えるけれど、実はテスラの未来を大きく左右するニュース、これについてお話をしていきます。結論から言います。今、テスラがやっているのは保険ビジネスの拡大ではありません。人と AI をどう評価するのかという新しいルール作りです。フロリダでテスラインシュランスが正式に始まりました。そして同時にセーフティースコアに異議申し立てという仕組みが導入されようとしています。一見すると保険が始まった、不満に対する機能が増えた、それだけに見えるかもしれません。ですがここにはFSD、ロボタクシー、そしてイーロン・マスクさんが描く未来社会に直結する重要なメッセージが隠れています。今日はその点をテスラオーナー、テスラ株投資家の視点で未来から逆算する形で整理をしていきたいと思います。まず、事実関係から確認していきましょう。テスラは約3年にわたる調整期間を経て、ついにフロリダ州でテスラインシュランスを正式にスタートさせました。フロリダといえば、全米でも自動車保険料が非常に高い州として知られています。自然災害、事故率、訴訟リスクなどが重なり、保険料が家計を圧迫している地域です。そのフロリダでテスラはデータで保険料を決めるというモデルを持ち込みました。テスラインシュランスの最大の特徴は、車両から取得できるリアルタイムの運転データをもとにセーフティースコアを算出し、毎月保険料が変わるという点です。急ブレーキ、急ハンドル、速度、車間距離、こうした要素が数値化され、あなたはどんな運転をしているのか、これが点数で示されます。そして今回、そのセーフティースコアに対して、これは誤判定ではないかと、ユーザーが異議申し立てられる機能がアプリ側で準備されていることが分かりました。ここが今日一番重要なポイントです。ここで疑問が浮かぶと思います。なぜテスラはわざわざ自分たちの評価アルゴリズムに文句を言える仕組み、これを入れたのでしょうか。普通に考えれば運営側としては面倒です。手間もかかりますし、評価の一貫性も崩れる可能性があります。それでもテスラはこの仕組みを入れようとしています。理由は一つです。セーフティースコアを実験レベルから社会インフラに引き上げたいからです。これまでは多少不満があっても、まあ安いからいいかと受け入れられてきました。ですが、フロリダのような巨大市場ではそれは通用しません。ユーザーはなぜこの点数なのか、なぜこの金額なのか、これを強く求めます。テスラはここでセーフティースコアをブラックボックスな AI 評価から説明可能な AI 評価へ進化させようとしているんです。ここで既存の保険会社と比較してみましょう。従来の自動車保険は年齢、性別、移住地、事故歴、こうした性的な情報をもとにリスクを判断します。一方、テスラは違います。今日あなたがどんな道をどんなスピードでどんな判断をしたのか、その行動そのものを評価します。さらに今回、その評価が間違っていた可能性、これをユーザー側から指摘できる仕組みを入れる。これは単なる保険の改善ではありません。AI が人を評価し、人が AI を修正するというループ、これを社会の中で回し始めたという意味を持ちます。この構造は今後あらゆる分野に広がっていくんじゃないかと思います。仕事の評価を信用スコア、融資採用、その原型をテスラはまず保険で試してみる。ここがイーロン・マスクさんらしいところです。では、この動きっていうのは FSD やロボタクシーとどうつながっていくのでしょうか。ここからが本題です。FSD が進化し、将来ロボタクシーが本格的に走り始めたとき、必ず議論になるのが、事故の責任は誰が負うのかという問題になります。ドライバーなのか、車なのか、AI なのか、この問題を解くためには、人が運転した部分と AI が判断した部分、これをデータで切り分ける必要があります。セーフティースコアはそのための下地作りとも言えます。人が運転した結果を数値化し、そこに異議申し立てという修正ループを入れる。
これは将来 FST が判断を間違った時にどこが問題だったのかを説明するための訓練でもあります。つまりテスラインシュランスっていうのはロボタクシー時代の保険モデルの前哨戦とも言えるんです。ではここで投資家の視点に戻って見てみましょう。テスラは単に車を売る会社ではありません。エネルギー、AI、ロボティクス、そして今回の保険によって金融、それらを一つのデータ基盤でつなげようとしているんです。保険はその中でも特に重要なピースです。なぜならリスクをどう評価するかっていうのは全ての経済活動の根幹だからです。テスラが自前のデータで自前の保険モデルを作り上げるということは将来的に巨大な金融プラットフォームになる可能性を秘めています。フロリダでの保険の開始、セーフティースコアへの異議申し立て、これはその第一歩に過ぎません。では最後に今日の話をまとめてみます。今回のニュースは単なる保険が始まりましたという話ではないんです。テスラは今、AI が人を評価し、その評価を人が修正する社会を現実のものにしようとしているんです。それは FSD の責任問題であり、ロボタクシーの収益モデルであり、未来の社会ルール作りそのものです。では皆さんは AI が評価される社会、これについてどう思いますか？そしてその評価に異議申し立てられる世界をどう感じますか？もし日本でもテスラ保険が入ったとしたら皆さんはやりたいと思いますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい。では最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は上昇し、現在488ドルとなっております。再度最高値の更新になるのかというところではありますけれども、今後も期待していきましょう。はい。ではね、本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。株式会社エコファクトリーの輻射熱の体感会、冬の会の日程が決まりました。ぜひ、真冬の輻射熱、床暖房とはまた違う暖かさの次世代技術を体感にしに来ませんか？こんな方におすすめということで、真冬のヒートショックが怖い方、逆に真夏の家での熱中症が怖い方、そして家の断熱性が悪くて夏が暑くて冬は寒い、これをどうにかしたいと思っている方、または経営者の方でオフィスの空調をどうにかしたい、電気代が高くなってしまって困っている、そんな方におすすめです。去年一緒に行った人で体感された翌日に買われた方がいます。その方は両親の家に設置しました。この理由が家も古くなり断熱性もない、また真冬のヒートショック、真夏の熱中症もエコウィーンがあれば解決してくれると思ったからというものです。ぜひどんな感じなのか、これは体感しないとわからないところではありますので、ぜひ体感をしてもらいたいと思います。では日程ですが、2026年1月23日の金曜日です。こちらをエコファクトリーの熊本本社で行います。時間は10時から15時ぐらいまでを予定しています。福岡から行くって言われる方は僕と一緒に行きましょう。熊本空港まで来られる方は熊本空港からの送迎はいたします。そして2月9日の月曜日、こちらはエコファクトリーの東京支社にて行います。東京は定員が10名です。時間は10時から12時ぐらいを予定しています。その後近くでランチして解散。僕も朝一で行きます。時間は10時から12時。その後は近くでランチして解散をします。僕も朝一で東京の方に行きます。参加希望の方は LINE で連絡をください。ぜひエコファクトリーのエコウィーン、これは本当に一度は体感してもらいたいなと思いますので、行ける方はぜひに行きましょう。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。